こんにちは、まいです。今回はすっきりとした暮らしのコツ10選をお伝えします。自分に合う適量のものを持ち、ちょっとした工夫や心がけでお家のすっきりを保つことができた方法です。片付けてもすぐ散らかってしまう、なかなか物が減らせないという方の参考になると嬉しいです。それでは行ってみましょう。すっきりとした暮らしのコツ1つ目は、捨て活は気分が乗った時にやるです。私は唐突に片付けたくなる瞬間や捨て活スイッチが入ることがあるのですが、その勢いのまま家中を片付けると普段より断然すっきりさせることができます。逆にイヤイヤだったり追い込まれた精神状態でやる捨て活は腰が重く、片付けが嫌いになってしまう原因にもなりかねません。また、片付けたいけど明日やろうと後回しにしてしまい、翌日になるとやる気が出なくしんどく感じることも多くありました。自分の気分が上がる術を知っていると、比較的スムーズに捨て活がはかどることがあるのですが、私の場合はアップテンポの音楽をかけることだったり、ご褒美を準備すると、よし頑張るぞと気持ちが上向きになり、捨て活に気合が入ります。夫はめんどくさい作業をしようとすると捨て活スイッチがよく入ると言っていました。全く気分が乗る気がしないという時は、午前中30分間を捨て活時間と決めて、短時間だけスケジュールに入れ込んでいることもあります。2つ目は、手放してもいい理由を探すです。何かを手放そうとするとき、なぜか手放したくない理由がポンポン浮かんできます。ですが、手放したくない理由ばかり探していても、お家がすっきりしていくことはありませんでした。なので、今の自分に必要だと即答できないものに関しては、手放してもいい理由を探すようにしています。1年使わなかった上に今後も使う予定がない、だから手放せるかな、など考えながら自分を納得させていきます。スノーボードやスーツも、いざとなったらレンタルがあるから大丈夫と思い手放すことができました。3つ目は、物の定位置を決めるです。定位置が決まっていないものは散乱してしまう傾向があり、探し物も多くなってしまいます。そのため、一つ一つのものにしっかり定位置を作ることを大切にし、出したらしまう習慣をつけます。物にはそれぞれ定位置があるにもかかわらず、出しっぱなしにしてしまうと、後でまとめて片付けるのに手間や時間がかかってしまい、整理整頓が進まなくなってしまうことがあります。そうならないために、物に定位置を決めて出したらしまう習慣を少しずつつけていくことが大切だと痛感しています。4つ目は、定期的なものの見直しをするです。1回で一気に片付けを済ますよりも、定期的にものの見直しをしていくことの方がすっきりした暮らしを維持するコツだと感じています。生活は流動的で、その時々で必要なものが変化していきます。実際に物を手放すスピードより、知らず知らずに入ってくるスピードの方が速いので、ワンインワンアウトを意識していても気づいたら物が増えています。また、定期的に物の見直しをすることで、何が必要で何が不要かを判断する力が培われ、少しずつ必要なこと、ものに焦点を合わせることができるようになりました。
5つ目は床に物を置かないです。床に置いてあるものが少ないとすっきりとした印象になり、掃除もしやすくなります。いつも使っているロボット掃除機に隅々まで床掃除をしてもらうためにも、極力床に物は置かないように意識をしています。クイックルワイパーや掃除機をかけるときも、床に物がない方が掃除はしやすいと感じていました。床に物を置かないためにボックスなどを活用し、棚に入る分だけを収納したり吊るしたりして収納を工夫しています。6つ目は掃除はこまめにするです。汚れたから掃除をするではなく、汚れる前に掃除をすることを意識しています。汚れをそのままにしておくと、汚れがこびりついて掃除に時間や労力を多く消費することになり、油汚れや水垢などはより強力な洗剤が必要になることもあります。その日の汚れであれば、ウェットティッシュや中性洗剤で大体の汚れはささっと簡単に落とすことができます。ただ、お風呂場やトイレなどのカビが出やすいところは、その都度ドメストで対処しています。食器洗いの後に排水口も掃除したり、トイレの後に便座裏を拭くなどのついで掃除のほかに、出かける前にウェットティッシュ1枚で気になったところをささっと拭くだけでも、お家のきれいを保ちやすいと思い実践しています。7つ目は多機能なものを選ぶです。多機能なものを持っていると幅広く使えるため、その分ものを減らすことができます。例えばこのジェットストリームの多機能ボールペンはとても書きやすい上に、4色プラスシャーペンも一つになっています。このペン1本あれば困ることがないため、お家と職場で1本ずつ持ち、もう何年も使い続けているお気に入りのペンです。またお気に入りの食器ですが、料理を盛り付ける器や平皿として使ったり、電子レンジや冷凍庫でも使用できるため、作り置きの保存容器としても大活躍しています。最近ミルクパンを手放して新しく買ったマルチポットは、卵や麺を茹でたり、揚げ物やスープ、ソースを作ったり、名前の通りマルチに活躍しています。万能であれば何でもいいというわけではなく、自分が使う用途があるものをできるだけ選ぶようにしています。8つ目は多用途に使えないか考えてみるです。今度は逆に、機能は一つであっても用途を複数見出すことで必要なものを減らすことができるかどうか試行錯誤します。例えば私はボディーソープをお風呂洗剤にも使い回したり、体を洗うボディータオルも洗顔ネットで全身を洗うようになってから、収納場所も取らずに済むようになりました。また普段から箱ティッシュを多く使う習慣がなかったので、今はキッチンペーパーで代用しています。ありとあらゆる専用品を持たずとも代用で済ませることができ、結果物が減り、すっきりした空間を作りやすくなった気がします。9つ目は洋服を買うときはコスパの良いものを探すです。高い洋服を買ってしまうとお手入れも大変で、汚したくない気持ちが大きくなり、普段使いできず、着る機会が少ないまましまい込んでしまうことがありました。また洋服が縮んだり破けたりして着られなくなると、高かった分ショックも大きいです。今では洋服は消耗品と考え、着ない洋服がたまることもなくなったので、
循環の良いクローゼットになり、すっきりさせることができました。ユニクロのようにコスパと品質が良い洋服を選ぶと、多少の痛みは覚悟の上で洗濯乾燥機に入れたり、場所を選ばずたくさん着ることができるので、手放す時にも元は取ったなという満足感があります。私の夫は全身ユニクロで、本人曰くユニクロに行くのがちょっと恥ずかしいようです。最後10個目は完璧を目指さないです。完璧を目指してしまうとハードルが上がり、動き出すまでに時間がかかったり、物の整理よりも収納ボックスを大量に揃えたりと形から入ってしまうことがありました。その時その時の状況で必要なものは変わるため、常に 100% を目指し続けてしようとすると疲れてしまい、その反動で挫折してしまいます。お家の空間は少しずつ微調整していくぐらいでいいんです。お家の不格好な部分もある程度は許容する心の余裕を持つことが長く続けるコツだと思っています。捨て活は気分が乗った時にやると、定期的なものの見直しをするを忘れないように、楽しく続けていくことが何よりも大切だと感じています。はい、以上がすっきりとした暮らしのコツ10選でした。この動画が面白かったよ、参考になったよという方は、高評価やチャンネル登録をしてくださると嬉しいです。動画に関する感想もコメントでお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。